ステンレスを SS 材や炭素鋼と同じ感覚で削ると、思ったより早くチップが傷みます。クーラントから湯気が上がったり、焼き付け気味になったり、加工後に歪みが出たりする。今回は SAS303、304、316の違いに入る前に、まずステンレスを見たとき、なぜ条件を再確認するのか、そこを整理していきます。現場感としては、ステンレスは SS 材や一般的な炭素鋼より回転や送りをかなり慎重に見ます。目安として6割くらいまで落として考える場面もありますが、これは固定の正解ではありません。大事なのは、ステンレスは熱が逃げにくく、加工点と刃先に熱が残りやすいことです。さらにオーステナイト系ステンレスは加工硬化しやすく、こすったり熱を入れすぎたりすると次の花さらに苦しくなります。痛い失敗はまずチップ摩耗です。刃先がすぐ傷むと面が荒れ、寸法が安定せずさらに熱が出る。ここで効いてくるのが切れ味のいいチップやバイトを選ぶことです。よく切れる刃で材料を押しつぶさずに切ると発熱を抑えやすく、粘りの強いステンレスにも対抗しやすくなります。結果としてチップ摩耗だけでなく、加工熱による歪みも抑えやすくなります。もう一つは歪みです。ステンレスは粘りがあり、熱もこもりやすいため、薄物や製缶物では平面度や平行度を守るのが難しくなります。材料、保持、加工順、取り代、クーラント、チップの状態が重なります。見積もりでは加工時間と検査の手間を少し多めに見ておく必要があります。加工条件だけでなく、段取りでも鉄と同じには扱えません。SUS303、304、316のようなオーステナイト系では磁石がつきにくい前提で考える場面があります。マグネットを使った移動、ビビリ止め、測定具の固定が使えないと加工完了までの手間が増えます。ただし SUS304 のように加工の影響で磁性を持つ場合もあるため、ステンレスは全部磁石がつかないとは言い切りません。ここで303、304、316の違いをざっくり整理します。SAS303 は硫黄などの影響で加工性を意識した材種として扱われることがあります。SAS304 はオーステナイト系ステンレスの代表的な汎用材です。現場でもポンプケーシングや製缶物で出るなら304が多い印象があります。SAS316 はモリグデンを含み耐食性、特に硬色への強さを意識して選ばれることがあります。現場では316が特に加工しにくいと感じられる場面がありますが、実際の難しさは形状、工具、保持、条件で変わります。今日のまとめです。ステンレスは名前の違いより先に熱が逃げにくく、加工硬化しやすく、チップ摩耗と歪みで困りやすい材料として見る。303、304、316の違いはその上で加工性、汎用性、耐食性のどこを重視するかの補足として抑えます。